はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ロストコロニーリソースマップ速報版をお送りいたします。とうとう実装されました ASA オリジナルストーリーマップロストコロニー。いろいろ新要素、新アイテム、新生物など数多く実装されておりますが、今回はですね、まずはロストコロニーのリソースについて速報版として今分かっている範囲でご紹介していこうかと思います。雪の世界な分ですね、結構リソース見つけづらいところもありますが、比較的集めやすいところでご紹介していければと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。後半おすすめのリソース採取ポイントであったり、リソースに関しての注意点などもお伝えしておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず基本リソースである石や木についてなんですが、ロストコロニー、外に湧いた時はそんなに問題ないと思うんですが、街中で湧いた場合ですね、最初の石1個を手に入れるのが迷われる方がいるかなと思いまして、このお話も一応しておこうかと思います。ロストコロニーですね、初期スポーンで街中で湧くことがあるんですが、都市部でもですね、このように土が出ている部分っていうのがあるので、この辺りだと比較的石が拾えたりします。最初の石1個がないとですね、なかなか先に進めないという状況が生まれる場合多々ありますので、ただ結構見つけにくかったりします。あるところにはあるんですけどね。それとは別にですね、外に出てもいいんですが、見つけやすい部分としてですね、ここの部分の池はですね、このように鉄で囲われているんですが、普通のこういう下が土のところだと結構小石があります。うまくその辺りまで行ければですね、取ることも可能ではあります。ここは上層に来ないとダメですけどね。一つ、木や藁についてなんですが、このように通常の木材とかもあるんですけども、こちらのクリスタルが生えているような草というのか、何というのか、これも木材と同じ扱いになってます。その他ですね、このように各場所でロックウェルに汚染されている地域があるんですけども、こちらのこういうなんか丸いのがついた枝みたいなやつ、これも木材と同じ扱いになってます。これの場合は心筋キノコも取れるようになってますので、心筋キノコ欲しい場合はロックウェルの汚染地域に来てみるといいかもしれません。続いて金属鉱石、水晶、黒曜石について。金属に関してはですね、結構雪に覆われていることが多く、見つけるのがちょっと難しくなってます。また結構岩肌とかにあるので、採取が少ししづらいものにはなっているんですが、分布図としては結構広範囲に分布はしているので、どこに住んでてもおおむね近くには結構金属を見つけることができるかと思います。ちなみにですね、ロストコロニーの石なんですが、おおむねこういう石になっておりまして、だいたい石のピッケルとかでも金属を取ることができます。なので最初の金属とかは普通に石を壊していても集めることはできるかと思います。水晶に関してもこのようにですね、ちょっと浮いたところですが、光った水晶が各所にあります。色は結構いろいろあるんですが、色に関係なくこのように水晶が取れます。サイズにもよりますが、だいたいサバイバーの手でも2、30取ることはできるので、だいぶ水晶は集めやすいかと思います。その上でですね、おおむねロストコロニー、黒曜石、水晶、金属鉱石に関しては広範囲に分布されておりまして、だいたいどこでも集めることが可能です。そして割と近場に同じように取れるところが集まっていたりするので、金属鉱石、水晶、黒曜石の比較的取りやすいおすすめの採取場所を3点ご紹介しようかと思います。ではまず1箇所目、こちら 47.6 の76ぐらいになるんですが、
だいたい向かって右側の銅像の裏手ぐらいですかね。ちょっと見つけにくいですが、このように山をくり抜いたトンネルがあります。こう行くとですね、密集しているというほどではないと思うんですが、平らなところで、このように石、金属、水晶ですね。黒曜石もあります。それぞれの幅はあるんですが、結構長いことここ続いているので、集めることができるものになっています。ひょっとすると今湧いてないですが、上の方にデスモダスとかはもしかすると湧くかもしれません。自分が見ている限りは、こう生物湧いてるのを見ていないので、ちょっとローカルなんで単純に湧きが悪い場合もあるんですが、比較的安全に採取ができるのではないかなと思います。かなり長い道のりになっておりますが、もうすぐ出口が見える。ここが出口ですね。一応反対側に関しても座標こちら 53.8 の 71.4 になってます。出たところにも水晶とかねありますので、その他にも岩肌とかも結構ありますんでね、ご活用いただければと思います。この他にもこのように山をくり抜いたトンネルっていうのは数多くロストコロニーにありまして、比較的そのあたりは集めやすいかなと思います。上にもありますし、以上です。続いて2箇所目。座標がこちら 44.2 の 32.6 になります。地図で見ていただいた通り、この町から出ている橋の左側の先になります。この橋側にもリソースはあるんですが、後ほどお伝えいたしますね。こちら側、橋から先ですね、大地のところをずっと進んでいただくと、このように金属と水晶、もちろん木とかもあるわけなんですが、ずっと続いております。アルゲンとかも湧いてくるので少し危険ですが、それぐらいなのでさして問題もありません。この辺に黒曜石もあります。ずーっと続いておりますので、ちょっと長いんで飛びますね。と曲がって結構ありますんで、山の頂上というかてっぺんのところですね、ずーっと進んでいただくと水晶だけになったりするところもありますが、結構ですね、この辺りずーっと持てる分集めていただくといいかなと思います。この辺に来るとちょっと金属は少ないかもしれないですが、アルゲン持てる量でですね、集めるぐらいには金属が集まるのではないでしょうか。水晶は点々となっちゃいますのでね、ここも結構集めやすいかと思います。続いて3つ目。ここはちょっと金属だけにはなるんですが、座標がこちら 14.8 の 34.8。建物の中の感じになってるんですが、こういうところですね。割と見つけやすいかとは思います。表はですね、メガラプトルとか湧くのでご注意いただければと思うんですが、このまま進んでいきますと、この辺りからですね、金属があります。ここもですね、今言ってる限りではですね、生物湧いてなかったので、比較的安全かとは思います。もしかすると、上の方にデスモダスとかはいるかもしれません。ここもずっと続いておりまして、ここにデスモダス湧いてますね。テームにも使えると思います。ちなみにここ建築はできるようになっておりますので、トラップも置けます。デスモダスだけ処理する必要はありますが、比較的安全に金属を集めれるのではないでしょうか。あまり密集というわけではないですけどね、山肌を回るよりは安全に採取ができるのではないでしょうか。一応水晶とかもちょっとありますね。これ多分温泉ですね。で、ここまで抜けてくるということになりますね。こっち側が 18.1 の 22.4 になってます。こういうトンネル関係に関してはですね、比較的安全にリソースを集めやすいかもしれません。続いてですね、こちらちょっと特殊なんですが、金属、水晶、
そしてエレメントダストがゲットできるエリアです。このようにですね、各建造物の橋の間、町のあたりとかに関してはですね、おすすめはこの防壁とか橋とかになっている部分の上のところではあるんですが、街中にもあります。この場所にこういう街灯があります。エクスティンクション経験されている方はわかると思うんですが、街灯からですね、このようにくず鉄、エレメントダスト、あと水晶などが手に入ります。これですね、ドエディクルス君を出していただいて集めると、このようにくず鉄、エレメントダスト、水晶、電子基板が手に入れることができます。特に水晶とエレメントダストはかなりですね、大量に集めることができますので、これをですね、この橋の上とかですと等間隔でいっぱい並んでおりますので、間隔はちょっと空いてしまうんですが、このようにですね、コロコロしながら重量ぶりドエディで集めていくと大量に集めることができます。サバイバーの手で取った時あまり電子基板が出てなかったので、たまたまなのかサバイバーだと取れないのかというところはあるんですが、こちらもぜひですね、そこそこ敵は出てくるんですが、下の大地で集めるよりは比較的安全に集めることができますので、ぜひご活用いただければと思います。続いて原油なんですが、原油はですね、原油石になってます。今のところ油田とかは見つけれてないので、おおむね原油石で集めるのかと思うんですが、このように水辺のところに原油石があります。これを叩いてゲットするということになりますね。これもマップ広範囲に湧いてくるわけなんですが、おおむね南側に関しては水辺のところに湧いてます。北側は割と岩肌に湧いてたりしますので、少し見つけにくい場合が出てきます。ただ、どこにいても原油石湧いているところはあるので、ぜひ近場で見つけていただければと思います。その上で、ここも3つぐらいですね、おすすめの採取場所、わかりやすいところをご紹介していこうかと思います。1箇所目が今いる 53.6 の 41.3。この辺りですね。比較的ここに関しては生物の脇も落ち着いている部分がありまして、水場で集めやすいかと思います。結構量もありますしね。この下行ったところも一応あるので集めていただければとは思うんですが、結構危険になります。この上の辺りは比較的他に比べれば安全かなっていう感じですかね。滝と逆側に登っていってもらった方が見つけやすいかとは思います。離れるほどちょっと危険にはなっていくんですけどね。続いて北側ですね。このように岩場に原油石があります。場所がこちら 23.8 の 54.2。ここはちょっと開けているので比較的見つけやすいのと、こちらの像が立っている足元になるので比較的わかりやすいかと思います。雪が降ってるんでね、石とかと見分けがなかなか難しいと思うんですが、岩肌の原油、こういうところにもあります。そこそこ量はありますが、十分に取れるかというと難しいところにはなりますね。広範囲に探していただければと思います。3箇所目、こちらも北側の山になるんですが、こちら 28.7 の 16.4。ここも割と開けていて見つけやすいかとは思います。北側の山肌他にもあるんですが、ここ2箇所に関しては比較的見つけやすいかなと思ってチョイスしました。南側は川べりに割とありますので、川の中見ていただければいいかなと思います。広範囲にはありますので、どこでも手に入れること自体は可能です。続いてシリカ真珠。これもですね、結構水場のところに幅広く分布されているものになってます。割と水潜れば真珠見つけれるところが多くあるかと思います。その中で1箇所採取スポットをご紹介しようと思います。場所はこちら。16.1 の 9.6。こういった見た目のところですね。水晶光ってるんで比較的わかりやすいかもしれないですが、ここにも先ほどご案内してた通りトンネルがあります。そんなに広いトンネルではないんですが、足ではですね、普通にトンネル抜けるだけになっちゃうんですが、ここですね、下にこのように空間が広がっております。ちなみにここも建築できそうですね。ベリーとかもあるんですが、ここの水場にこのように真珠があります。
一応ここもですね、今のところ生物湧いていることを見ていないので、おそらく安全に真珠を採取できるポイントになっているかと思います。他にもですね、こういったトンネルになっている場所ありますので、水晶も取れますしね、ぜひご活用いただければと思います。続きまして、硫黄について。硫黄に関しては、おおむね温泉地帯に行けばあります。こういうやつですね。各所温泉場所に向かえばあるんですが、一応そんなに多くはないのでご紹介しておこうかと思います。他にもあるんですが、1箇所目がこちら。右下ですね。94.9 と 87.6 のあたりですね。これに関しては比較的来ればわかるかと思います。ここはまだ比較的安全かなと思います。続いて2箇所目。座標がこちら 97.6 の 60.6 あたりですね。ここはちょっと温泉っぽくはないんですが、硫黄がいっぱいあります。こういう感じで緑の枠で囲われているところが硫黄ですので、比較的あったりします。その他に金属とかもあったりしますんでね、ご活用いただければと思います。続いて一番大きい温泉地帯になるんですが、こちらですね。88.9 の 4.7。一番わかりやすいかとは思うんですが、割と危険生物がいます。北と南に分かれてまして、南側はまだ比較的安全ですかね。こういう感じで点在してますが、結構な数取ることができます。緑で囲われているのが硫黄です。黒曜石とかもありますし、他の資源とかもありますんで、結構この辺も集めやすいところになってくるかと思います。北側も結構硫黄あるんですが、水晶黒曜石などもあるんですが、こっちは割と生物が湧いておりまして、エルダークロウとかですね、いろんな生物がいますので、少し安全確保は必要になってきます。割とリソースが集めやすいエリアになってくるかなと思います。雲とかもいます。続いてですね、黒真珠についてなんですが、こちら、黒真珠に関しては、この上層部と真ん中のあたりに湧いております。ただですね、この赤い池、川に対して点々と湧いている形になるんですが、中の方に関してもですね、湧いてはいるんですが、結構危険です。今生物消してるんですが、こう、かなり生物湧いているので、降りて黒真珠を取りに行くっていうのがね、なかなか危険になってますんで、ここを探す場合は気をつけていただければと思います。おすすめはこちらの上層の外周の川ですね。ここに関しては真珠も多いんですが、その中にですね、このように黒真珠があります。ただですね、ここも安全かっていうとそうでもなくてですね、ヤツメウナギとか電気ウナギとかヒルとかいたりしますので、ある程度中心地よりはマシというので、安全かって言われるとそうでもないんですが、落ち着いて取っていただくと真珠も取れますんでね、集めていただければと思います。結構このように黒真珠ありますので、取っていくことができるかと思います。割とこの池全域見ていただくと、ポイントポイントで真珠と黒真珠湧いているとこがありますんで、ぐーっと見ていただければと思います。あんまりこっちまで来ると危険生物いますけどね。続いて、プラント X。プラント X はですね、おおむね温泉地帯であれば見かけれるかと思うんですが、プラント X 見つけていただけるかと思うので、このようにプラント X が取れます。ここからは特殊になってくるんですが、ロストコロニー特有の採取に関してご紹介していこうかと思います。まずはバイオトキシン。温泉地帯で見かけるかと思うんですが、こちら、ここからはですね、バイオトキシンとキノコ関係が取れます。心筋キノコも取ることができますし、木にもなってます。ここでバイオトキシンを集めるという手段もあります。エルダークラウドとかで使いますしね。続いて、名前はちょっとわからないんですが、こちら、これですね、取っていただくと生肉が取れます。これも割と温泉地帯の方が見かけるかもしれないんですが、6L 地帯でなくても肉が取れる花となっております。花？その他のやつは繊維だったり、ベリーだったりしてます。ここ
こからはですね、ロックウェルの汚染エリアの生息物に関してご紹介していきます。かなり見た目は特殊なんですが、いろいろ採取ができたりしますので、ご確認いただければと思います。まずはよく見るこちら、デスキスという名前がついているようなんですが、これに関してはですね、採取していただくと、このように肉とマッシュルーム関係が手に入ります。斧でも一緒です。続いて、プラント Z の種。これに関してはいつも通りですが、プラント Z が生息しております。しばらく待つと、プラント Z が排出されるかと思います。これもちょっとないところはあるんですが、大概のロックウェル汚染地域には生息しているかと思います。続いて、後ろに見えております、光っている草なんですが、これに関してはですね、鎌を持ちまして買っていただくと、有機ポリマーとレアマッシュルームと別で、コモンマッシュルームというのが手に入ります。美味で体力がゆっくり回復というものになっているようで、調理にも使えるようです。これはおそらくカスタムレシピのことを指しているかと思います。ちなみにレアマッシュルームは食べるとめまいを感じて画面が暗くなるんですが、コモンマッシュルームは食べても特に問題はありません。続いてガス田。こちらも比較的ロックウェルエリアにあると思うんですが、一応ここの場所だけ座標を出しておきますね。52.8 の 35.3 になります。そんなに多くはないと思うので、公式などですとアンロックで置いといていただければと思います。続いてプラント R。これはですね、ジェネシス2経験している人では歓喜の声が上がると思うんですが、これも大概のロックウェルエリアには生えてます。これですね、こうやって刈りますと肉取れるんですが、攻撃するとですね、このようにロックウェルに汚染されている危険生物が集まってきます。攻撃すると大変なことになります。倒すとこのようになりまして、攻撃がしばらくできなくなります。そしてこのように30分ですかね、次の成長までかかるということになりますが、倒せばですね、このように各種肉類が菜園で作れるようになります。ただし、テック菜園のみになってますので、ご注意いただければと思います。先ほどのようにレビナントが襲ってきますので、下手に手を出すと痛い目を見てしまいますのでご注意ください。育てられなくてもですね、このように大量に生肉ゲットしたり、そのプラント R に生えている肉の種類が決まっておりますので、生肉であったり、大トロであったり、いろんなプラント R の種がありますので、ぜひ集めていただければと思います。大トロとか霜降り肉とか結構熱いかもしれないですね。では続いてですね、2箇所ほどおすすめの採取ポイントをご紹介しようかと思います。ロストコロに結構強い生物たちもいっぱいいますので、なかなか採取も危険をはらみます。その上で比較的集めやすいところをご紹介していこうかと思います。1箇所目がこちら 19.8 の 21.3 なんですが、ここに関してはですね、もちろん黒曜石であったり、周り金属であったり水晶であったりあるんですけども、主に銅々が湧くエリアだと思っていただければと思うんですが、危険生物が少ないです。マナーが飛んでくる場合はもしかするとあるかもしれないんですが、他のところみたいに多くは湧かないものになっているので、通常の装飾がですね、生息するような感じのエリアになっているので、気は抜けないですが、安心して採取できるかとは思います。山肌とかにも金属あったりしますんでね、離れすぎると危険生物も湧きますが、ご活用いただければと思います。続いておすすめ2つ目なんですが、こちら 94.8 の92ですね。この辺りになります。拠点的なおすすめでもあるんですが、この辺もあまり危険生物湧かずに原油とかもありますし、周りですね、少し行けばいろんな水晶であったり金属であったりあります。あと近くにですね、汚染エリアもありますので、さっきの特殊な生息物から集めることができます。温泉もあるので、一通りですね、資源を集めることができるかと思います。
ちょっと中心地まで遠いのが難点ですね。割と初期段階の拠点とか建てるにはおすすめかもしれません。割と平らで作りやすいところもありますし、景色もいいんでね、拠点のおすすめになってくるかと思います。ではですね、ここからロストコロニーのリソースに関する注意点をご紹介していきます。ロストコロニーですね、広範囲、こういう水中の部分にですね、このようにですね、金属であったり、真珠であったり、黒曜石であったり、原油であったり、いろんなリソースが割と密集してたりします。しかも結構広範囲にあったりしますので、変にですね、水辺に建築するとリソースの湧き潰しになる場合があります。ローカルの人とかはね、自分責任なんで問題ないところはあるんですが、特にオンラインで非公式サーバーや公式サーバーでされている方に関しては、水辺に建築する場合、この辺の湧き潰しもですね、しっかり注意しないと他の人にも損になりますんでね、問題が引き起こる可能性もありますので、通常よりも川辺のリソース量が多い分ですね、鉄取れない場所とかもあったりしますので、そのあたりご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ロストコロニーのリソースマップ速報版としてご紹介させていただきました。他にもですね、取りやすい場所とかもあるかとは思うんですが、速報版としてご紹介させていただきましたので、少しでもサバイバルの助けになればと思います。またですね、追加で情報が入ればですね、お伝えしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。また、新アイテムや新生物など順次ですね、解説動画上げていきますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。